皆さんこんにちは。ノマドなチャンネルです。ここはギリシャアテネ国際空港。これからキプロス共和国のラルナカへ飛行機で向かいます。さて、このアテネ空港、結構乗り継ぎに特化されている空港で、割と乗り継ぎは簡単です。ターミナルはいくつか分かれてるんですけども、分かりやすくて結構短時間で乗り継ぎができます。さて、これから向かうキプロス共和国のラルナカ、もちろん僕も行くのは初めてです。で、なんでここにそもそも行こうかと思ったかというと、ここにはですね、未承認国家があるみたいなんですよね。未承認国家って結構謎な響きだと思うんですけども、ちょっとね、ざっくりこの話を説明しますと、まずね、キプロスの位置関係はこんな感じ。上はトルコ、下はエジプト、それから右側にレバノンという国に挟まれた島国です。で、一見何の変哲もない島国なんですけども、これ拡大してみるとですね、ちょっと親というふうに感じると思うんですけども、このキプロスの中にですね、点線があって上と下が分けられているのが分かると思います。そう、キプロス島はですね、この南側と北側に分かれてるんですよね。で、もともとこのキプロスは一つの国だったんですけども、この国の中にはですね、ギリシャ系の住民とトルコ系の住民が多くてですね、この間で民族紛争が起こってしまうんですね。で、これを機に、この国の中のトルコ系の住民を保護するという名目でトルコが派兵を実施。その結果ですね、このキプロスの北側はこちらを北キプロストルコ共和国として独立を宣言するに至ったみたいです。で、こちらが起こったのは1974年のことなんですけども、それ以降、未だこの2つの国は統合されていない。で、南側のキプロス共和国は EU にも加盟していて、193カ国中192カ国からの承認を受けているものの、北側への実効支配は及んでおらず、一方の北側は唯一トルコからの承認を受ける形で存続しており、未だこの地域間の問題は解決に至ってないと、そういう歴史がある国です。ということでね、今回の動画ではそのキプロス共和国とその北キプロスの様子をお届けしたいと思います。この両国間はですね、平和的な解決を模索している状況にあって、近年目立った紛争はないということなんですけども、自己責任ということでお願いします。ということで、アテネからエーゲ航空を利用してキプロス共和国のラルナカへ向かいたいと思います。座席は一応ビジネスクラスということで、ただ近距離線なんでね、真ん中が仕切られただけの座席になります。飛行時間は1時間半のフライトなんですけども、ちゃんとね、メニューが来ましたね。で、ワインもちゃんとあるみたいですね。結構びっくりしました。こちらのフライトは朝10時台の出発ということで、朝食運用の機内食みたいです。こんな短時間で何が出るのか、そこが結構楽しみではあります。で、離陸するとすぐにですね、こうやってギリシャの島々の景色がよく見えます。で、実際に島に行ってもですね、楽しい体験ができると思うんですけども、こうやって上から見てるだけでもかなり貴重な経験ができると思います。離陸してもすぐにですね、機内食の準備が始まりました。もう時間がないんでね、かなり大急ぎで準備をされている様子が伺えます。で、機内食はこんな感じです。ワンプレートでいただきました。もうね、これ1時間半のフライトでは十分すぎるぐらいの量ですよね。パンもちゃんとあったかかったですし、フルーツまであります。そうこうしているうちにですね、すぐに南側のキプロス共和国が見えてきました。ラルナカの上空はこんな感じ。さて、キプロス共和国は一体どんな国なのか、いざ本編に移っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでラルナカ空港に到着しました。今気温が30度ぐらいあって、アテネより正直気温高いですね。さて、キプロス自体結構未知の国で、もちろん僕も来るのは初めてなんですけど、どんな国なんでしょうか。とりあえず空港は結構綺麗な空港ですね。結構日本からしたらキプロスってマイナーな国なんですけど、ヨーロッパの人からしたらリゾート地として有名みたいです。空港の外はこんな感じです。インターネットの情報によると、多分バスは約1時間前に行っちゃったばっかりなので、ここで1時間ぐらい待つことになると思います。チケットを買いました。チケットはクレジットカードでも払えて、ニコシアまで9ユーロです。
これ見ると分かる通り、結構ヨーロッパ各地からいろんな国から便が来てるみたいです。ニコシア行きはこのミニバンみたいなバスで行くみたいです。車内満席の状態で出発しました。かなり多くの人がニコシアではなくてアヤナパ行きのバスに乗っていきました。そっちの方はかなりでっかい大型バスでした。はい、今ニコシアのバスターミナルに到着しました。空港から40分ぐらいでここに着きました。帰りも多分ここから空港行きのバスが出てるっぽいです。で、ここバスターミナルなんですけど、ニコシアの市内から結構離れてるんですよね。で、ホテルまで歩いて30分ぐらいの距離なんですけど、路線バスがあるっていう話もあるんですけど、まあ30分だったら歩けなくもないんで歩いちゃおうかなっていう感じです。さっきから何か違和感あるなと思ったら、街歩いてる人が一人もいないんですよね。で、これが場所柄の問題なのか、それとも曜日の問題なのか、それとも日中暑いから人が外にいないだけなのかは分かんないんですけど、とにかく外に歩いてる人が僕以外いないんですよね。で、車は結構通ってます。車、バイクは結構交通量があります。多分これがバス停っぽいんですけど、正直同じ方向に向かっているバスをまだ1回も見てません。この辺りとかちょっとした商業地区みたいな感じなのにお店が1軒も開いてないです。今日の宿はここっぽいです。多分アパートの一室を貸し出しているような感じの宿です。チェックインしました。やっぱりサービスアパートみたいな感じで一室をホテルとして貸し出してるんだと思います。ここにベッドがあって、こっちにシャワーがあるって感じですね。まあ部屋の大きさはそんなに広くないというか結構狭いんですけど、清潔なので全然問題はありません。出かけようと思ったらとんでもない雨がいきなり降ってきました。これじゃあちょっと外出れないな。1時間ぐらいで雨が止みました。多分通り雨みたいな感じでした。この辺ようやくなんかおしゃれなお店が出始めてきました。これがニコシア旧市街のセントラルバスステーションみたいです。明日はここからラルナカ経由で空港に行ってみたいと思います。この辺がニコシアのダウンタウンみたいです。ここを歩きながらトルコ側の方に向かっていきたいと思います。とりあえず北キプロスとの国境沿いの方に向かって歩いていきたいと思います。この辺結構歴史を感じる建物がまだ残ってます。この道が旧市街の国境沿いまで続く目抜き通りみたいです。結構いろんな店がたくさんあります。マックもここにあります。向こうにスターバックスもありますね。北キプロスとの境界線までもうあと5分っていったところなんですけど、こちら側の街の様子はもう正直他のヨーロッパの都市と何ら変わった様子は全くないですね。ということで目抜き通りを突き当たったところに目の前に見えてきたのが境界線の入り口ですね。で、この縦看板もうボーダーのすぐ前に置いてある看板なんですけど、当然ここはまだ南キプロスなので文字はキリル文字になってます。で、これが多分北キプロスに入ると多分消えるってことなんだと思います。で、これ音声拾えてるかどうかわかんないんですけど、北キプロスの方からアザーンが聞こえてきます。このチェックポイントの向こうはもうトルコ、実質トルコなので、当然の通り礼拝の時間にはアザーンが聞こえてくるっていうことなんだと思います。ということでここを通って北キプロスの方に渡ってみたいと思います。はい、で今チェックポイントを渡ってこちら側に入ってきました。パスポートコントロールはパスポートを渡してものの10秒で何の質問もなくこちら側に渡れました。
でここにもですね、トルコ語と英語で Welcome to Turkish Republic of Northern Cyprus というふうに書いてありますね。もうここからは違う国ですよっていうことが明文化されてます。はい、で今度は北キプロス側の入国審査がありました。で入国審査の審査官は当然トルコ系の方々がやられてました。ということでもう実質ここは北キプロスということになります。チェックポイントからほんの50メートルも歩いてないんですけど、看板がもう全部トルコ語の看板になってます。酒屋に置いてあるビールも当然のように FS が並んでます。ここキプロスは北と南がそれぞれ同じ場所を首都に指定している、異なる2つの国が同じ1つの場所を首都に指定している世界でも唯一の場所なんだそうです。分断された首都とはいえ南と同じで、北側にいてもそんなに命の危険を感じたり何か危ないというふうに思うことは全くないです。街中には至る所にトルコの国旗が飾られていて、ここが南キプロスは全く別の国なんだよってことを示しているように感じられます。北キプロス側にも結構な数の ATM があるんですけど、おそらく出てくる通貨はトルコリラなんだと思います。ただ車のナンバーは EU ナンバーのままになってます。ちなみに北キプロス側にも一応空港があるんですけども、国家を承認している国がトルコしかないので、当然飛んでる便もトルコ行きしかないっていうことだそうです。ちょっと疑問なのは、ここでパスポートをなくしちゃった場合はどうなるんだろうっていう話ですよね。もちろん北キプロス側に日本の領事館はなくて、でパスポートがない状態だとおそらく南側に再出国することもできないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうなんでしょう。ということでここに足を踏み入れたらもうパスポートだけはね絶対に死守しないといけないということだと思います。もちろんパスポートを死守しなきゃいけないっていうのは旅行中いついかなる場合であっても同じことだとは思います。ここがチェックポイントを出てすぐにある一番大きいモスクみたいなんですけど、今はちょっと改装中みたいで中には入れないっぽいです。こちら側から見るとものすごく歴史を感じる建物になってます。向かいにはバザールみたいなものがあるのでちょっと中に入ってみたいと思います。ちなみに先ほど北と南で同じニコシアっていう場所を首都として指定してるっていうふうに言ったんですけど、北キプロス側からはレフコシアっていうふうに言うみたいですね。この辺のものとかはイスタンブールの道端とかでもよく見るようなトルコのお菓子などが売ってます。売ってるものの金額が全部トルコリラ表示です。この辺には生鮮食品が並んでます。物価はどうなんですかね。北と南で違いがあるんでしょうか。このお店はユーロ表記になってます。おそらく実質的にはユーロも併用できるみたいな感じなんじゃないかなと思います。この辺には結構おしゃれなオープンカフェやレストランが並んでます。せっかくなんでこっち側で一杯飲んでみようと思います。なんか Google マップを頼りにお店を探してるんですけど、結構やってない店も多いですね。土曜日だからなのかはちょっと分かんないんですけど、とにかくやってないです。なんかめぼしい感じの飲食店は全部開いてなくて、結局生ビールじゃないんですけど一応 FS がある店に入ってみました。FS って銀色に青色のシールのボトルだと思ったんですけど、これはまた別のタイプなのかな。なんか味は一緒のような気がするんですけど、どうでしょう。ちなみに今北キプロスからトルコ行きの飛行機の値段をちょっと調べてたんですけど、直近でも6000円とか7000円ぐらいから、高くても1万円ぐらいからで飛べるみたいですね。結構安いです。はい、今会計をしてきたんですけども、やっぱり引き落としはリラ払いになってました。
会計してくれた時の店員さんもトルコ系の方で、なんかこうどこから来たのって日本人って言うといろいろ話をしてくれて、なんとなく日本人的にはやっぱりトルコ系の人の方が温かみを感じると思う瞬間が多いと思うんですけども、いかがでしょう。ということで今度はキプロス共和国南の方に戻っていきたいと思います。はい、ということで無事に南の方にまた戻ってきました。ちなみにパスポートコントロールではどちらのボーダーでもスタンプはパスポートに押されませんでした。たった数十メートル離れただけなのに街はキリル文字になって、でしかもビールはエフェスは置いてません。なんとも不思議な感じです。今日は機内食とラウンジ飯しか食べてないのでちょっと早いんですけどご飯食べに行きたいと思います。毎日さすがにギリシャ料理で飽きてきたので今日はインド料理にしたいと思います。キプロス来てから結構インド系の方を街で目にするようになりました。カールスバーグ頼んだら超でかいビールが来た。630ミリです。まずは前菜に鶏の唐揚げ的なもの、メインは安定のチキンカレー。おはようございます。キプロス2日目の朝です。今はニコシアの旧市街にまだいます。今日夜の便でキプロスから出国するんですけども、その前にラルナカ市内をちょっと散策してみたいと思います。ということで今からここニコシアからラルナカまでバスで行ってみたいと思います。こんなでかいタワーマンションみたいなものもあります。今日は日曜日なんですけど、昨日より人が街にたくさんいるような気がします。土曜日はあんまり街に出歩かないっていう感じなんですかね。店の数も今日の方が空いてる気がします。で、昨日も言ったんですけど、結構このキプロス共和国の方は明らかに見た目が旅行者じゃない、ここに住んでいるようなアジア系の方やあとアフリカ系の方を結構見かけます。もちろん大多数は白人の人たちなんですけども、そうじゃない人たちも結構見かけます。なんか街を歩いてると割とヨーロッパの国っていうことを忘れそうになりますね。ということで出国する前にもう一回アジア料理食べておきます。のランチはベトナム料理です。店内なんですけど、働いてる人ももちろんおそらくベトナム出身の方だと思うんですけども、中も完全にアジアンな雰囲気です。本当にここを歩いてるとヨーロッパなのかどっか他の国なのかよく分からなくなってきます。なんか雰囲気としてはオーストラリアみたいになんかこういろんな文化が混じり合ってるっていう感じが表現として正しいのかもしれません。いや、なんかもうとんでもなく美味しいチャーハンでした。なんでもないチャーハンなんですけど、長い間ヨーロッパにいるとこういう味が恋しくなります。なんかちょうどラルナカ行きのバスが来てるみたいなのでこれに乗っちゃいます。1時発ですね。車内に入りました。バスの中も結構アジア系の人たちがいっぱいいます。観光客なのか在住者なのかちょっと分かんないんですけど割と多いです。ラルナカまでの料金は4ユーロです。はい、でニコシアからラルナカ行きのバス乗ってる時にとんでもない量の雨が降ってきて、で結局ラルナカ着いてからもかなり雨が降ってたので、もうラルナカには観光せずにそのまま空港に来ました。で空港着いたら結構晴れては来てるんですけど、まだ雨降ってるので、どっちにしろラルナカで観光する時間はそんななかったのかなというふうに思います。ということでキプロス編の動画はここで終わります。次の国の動画もまた見てもらえると大変嬉しいです。
ここキプロスのラルナカ空港にもエーゲ航空のしっかりとしたラウンジがあるみたいなので、ちょっと中に入ってみたいと思います。外観はもうアテネの空港にあるエーゲ航空のラウンジとほとんど同じような作りになってます。このラウンジ、自分の本拠地の空港じゃないのに結構食事の量も多くて、で割と一つ一つがかなりクオリティ高めですね。エーゲ航空のラウンジ、アテネとテサロニキとあとラルナカ、この3つにあるみたいなんですけど、どれもめちゃくちゃクオリティ高めです。